はい、どうもまさるです。今日はですね、こちらフカヒレっていう食材ですね。このまさるチャンネル史上最高級の食材じゃないでしょうか。ということで、イタチザメ編3本目、最終回の動画になるんですけども、マジでね、これヒレだけでくっそでかいからね、やばいよ。これ尾びれなんですけど、見て、 YouTuber 特有のさ、こういう前に出して遠近法使ったサイズ感じゃないからね。リアルにこれだからね、多分ね7キロぐらいある。これだけでめっちゃ重い。尾びれだけでこれだからね。他にもほら、よくサメの映画とかでさ、このヒレが出てくるやつ、そう、背びれ、これね印象的ですよね。でこれね、後ろ側の背びれで一番ね立派な背びれは、見てこれ、食われてるんだよね。こいつを食うってサメ以外いないと思うんだけどね。共食いなのかな。はい、ということですね、それでは早速ね観察していきましょうか。すごいですよ、このまな板ね。もうこれ何回も聞いたかもしれないですけど、このまな板150センチありますからね。この尾びれだけで90センチぐらいありそうですよ。フカヒレはね、ここら辺に入ってて、このね見えてる部位、フカヒレとは違って普通にね筋肉なんですよね。でこれサメのね骨がね真ん中見えてるんですけど、これね軟骨なんでね、すごくね柔らかいんですよ。でサメの肌はサメ肌って言って拡大すると分かるんですけど、ちっちゃい鱗が無数に集合してできてるんですね。で目視じゃ分かんないんですけど、この鱗の一つ一つがトゲがあって、すっごいザラザラしてて、この肌でねわさびをすりおろしたりとかもできるらしいです。でね、皮がねめちゃくちゃ分厚いんですよ。この白いところ油じゃなくて皮ですからね。すごいですよね、この分厚さ。尻尾はね比較的皮が薄いんですけど、背中の部分とかねマジで分厚くて、多分ねこいつらね殴っても1ミリも効かないですよ。サメはね耐久性も半端ないですね。防御力っていうのかな。でまずですね、皮を落としていくんですけども、サメの組織って結構熱に弱くて、顎とかね茹でたりすると、顎の骨と骨とか骨と歯をつないでる成分が軟骨なんで、茹でるとねもうバラバラになっちゃうんですよね。そんな感じで、普通はね60度ぐらいの熱を入れて、この純鱗っていうちっちゃい鱗を落としていくんですけども、前々回ね鱗剥がしてみて、これ普通のサメと違ってものすごいねしっかりくっついてることが分かって、おそらくその方法でやると5時間はかかりますね。俺嫌なんで包丁でね皮剥いでいます。無理だったら5時間頑張ります。それでは皮を剥いでいきましょう。ちなみにね、サメのこの肌ってめっちゃくちゃ硬くて、これ包丁なんですけど、いきますよ。ほら、すごくないですか？切れないんですよ。こっちからどんだけやっても。めちゃくちゃ切れ味いい包丁だったらもちろん刃は通るんですけど、ちょっと切り傷が見えるかな。こんぐらいにしかね傷が入んないんですよ。反対側からだったらこうやって包丁入っていくんですけど、とにかくね硬いし、すぐ包丁切れなくなるんで、今からめちゃくちゃ大変な作業をするっていうことが言いたかったです。やはり高級食材はねこんな簡単には食えんよっていう話なんでしょう。よし、皮を剥いでいきましょう。硬いな。めちゃくちゃ研いだのに全然包丁が入っていかない。すげえなこれは。なんかね、サメの身がブヨブヨしてて力が入らないんだよね。1本目の動画と2本目の動画で多分合計16時間ぐらいサメと向き合ってるんで、だいぶね慣れてきたはずなんですけど、それでもですね半端ねえわ。これ見て、ここ全部筋なんだよね。油じゃないからね、めちゃくちゃ切りづらい。フカヒレが見えてきたけど、なんかすごいところから出てきてんな。どうなってる？ちょっと待ってよ。これはやばいな。マジでわからんぞこれ。うわ、やばい。めちゃくちゃむずいぞ。ちょっとごめん、みんなミスったわ。とんでもなくむずいわこれ。これやばいな。どうやってやればいいんだろうな。でもさ、俺はね思ったわけよ。ちょっと茹でようかなとも思ったわけよ。でもさ、これ茹でる鍋ってないよ、こんなもん。マジか。もうこれはね完全に失敗しました。ごめんなさい。こっからはもう取り返しがつかんな。とりあえず今分かったのが、フカヒレの上のサメの皮はめちゃくちゃ薄いんですよ。で俺結構今厚く切ってたんで、フカヒレごとちょっと取り外しちゃってたんで、今回薄くね引いていきます。もうねでかすぎてね、普通のフカヒレと同じやり方でうまくいかないんですよね、なんか。はいちょっとやってみたんですけど無理ですね。これはね無理。めちゃくちゃうまくやればできるのかもしれないんですけど、包丁を入れる角度を少しでもミスると包丁がすぐに切れなくなって、もう一回研ぎ直さなきゃいけなくなるし、皮がえげつなく硬いんでキンキンに研げた状態じゃないと切れないっていうダブルコンボがあるんで無理ですね。でかつ皮と白い皮の間をさーって入れなきゃいけないっていう繊細な技術も要求されると。俺のスキルじゃ無理よこんな。仕方ないんで。こっから長くなるぞ。やっていきましょうか。茹でていきます。よいしょ。
これはとんでもないものに手を出してしまったな。確実にね、素人が踏み込んでいい領域じゃなかった。このちっちゃいヒレでさえもギリギリっていうね、入ってないし入りません。まあ使わなくてもね、こうやって少しずつつけていけばいいだけの話ですからね。いいんじゃない？いいでしょう。ほら、皮ボロボロになってるでしょ。これで剥げるはずです。はい、次は2番目にでかいヒレ。これね、まだまだちっちゃいよ。この差ですからね。あ、重たい。重たい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 。これ絶対入んないからね。やばいよこれ。この鍋も結構でかいからね、言っとくけど。もう湯船よこれは。さてやっていきましょう。もうこれ茹でるだけでもなかなか大変よ。さて待ってるうちにこれ取っていきましょう。あれ、意外とホロホロになってる。あ、全然取れる。身の皮の部位と全然違うわ。普通に取れるじゃん。楽じゃんこれ。皆さんめちゃくちゃ騒いで申し訳なかったんですけど、普通に取れますびっくりした。フカヒレの辺は皮が薄いから取りやすくなってるのかな。これ爪の間に刺さるから嫌なんだよねこれ。まあスプーンでちょこちょこ取っていきましょう。まあでもとはいえ普通のサメよりは何倍も取りづらい。おお、これ気持ちいい。これはね、だいぶかなりくっついてる。はい、不格好ですがなんとかできましたね。よーし、だいぶ鱗取り慣れてきたぞ。まず一旦こうやって取って、でこうやってねやると綺麗に取れる。取りやすい場所はねめちゃくちゃ取りやすいんだけど、取りにくい場所はね本当に取りにくい。すごい差がある。この差は何なんだろうな。下の皮の分厚さなのか、それとも茹で具合なのかちょっと分かんないんだけど、とにかくね全部取っていきます。これはねなかなかの作業なんですけど、まあでも結構ね爽快感があるんで、そこまでね苦な作業ではないですね。やっぱこのギザギザスプーンを買ったことで全ての効率が良くなったわ。もう腕は疲れたけどね、言ってパンパンですよ。はい、それでは残すところがこれだけとなりました。他のはねこんな感じ。はい、ここまで2時間です。ほぼほぼ予想通りだね。ずっと同じ作業なんだよね。めちゃくちゃカットしちゃったけどね。ということで、あとでかいのをねやっていくんですけど、これいけるかなマジで。ちょっと無理だったら鍋買ってきましょう。あ、無理やな。確実に無理やな。無理ですね。大きい鍋買ってきましょう。はい、ということでね買ってきました。これがさっき使ってた鍋。これがね多分ね33センチだと思うんだけど、これ以上大きいのが40センチしかなくて、でちょっとねどうしようかなと思っていろいろホームセンター探してたら、なんとですね見てください、たらいです。昔の芸人がよく頭にねぶつけて遊んでたやつですよ。めっちゃ大きい。これでやっていきます。素材がトタンって書いてあるんだよな。大丈夫かな。とりあえずやっていきます。これね持ってみてわかるんだけど、頭に押したら相当痛いよ。絶対落としたくないわ。よいしょ。やばいな、でかすぎるな。なんかあんまり良くない気がするけど仕方ないな。入るか。おお、こんなもんです。半身浴ぐらいだね。さてひっくり返しますか。ひっくり返すっていうか先端をつけたいんだが、どうしたらいいだろう。あーやばい。もうキッチンが汚れるのは仕方ないな。重すぎるし。大ごとよこれ。ここら辺が浸からないな。でもまあ仕方ないか。曲がんないんだよね。骨がね多分真ん中入ってるんですよね。だから曲がんないんですよ。本当はグニャって曲げて入れたいところなんだけど仕方ないね。さて取り出していきますか。おお、だいぶ皮剥げてるじゃん。すごいポロポロになってる。さてやっていきますか。この辺すごいポロポロになってる。ほらめっちゃ楽に取れるんだけど、ほらほらほら。でも長時間つけるといいのかな。さてさて取っていきましょうかね。クソほど大変だなこれマジで。はい、ようやくね片面剥がして終わりました。よし、あと半分じゃ。
いや、まだ始まったと言うべきでしょうか。今ね、純輪を落としたんですけど、こっから皮とね、肉と筋とかね、いろいろ落としていかなきゃいけないんでね。まあ始まりではあるんですけども、純輪を取るだけで、なんと4時間かかりました。まあ大体予想通りだね。ということで、次ですね、皮をね、落としていきましょう。なんかもう普通のサベとは、全てが桁違いすぎて、未知数なんだよね。はい、まずね、切ります。ここヒレじゃないんでね、少しでもね、ちっちゃくしていこう。硬い。うわ、すごい、めちゃくちゃでかいよ。まだね、全然フカヒレじゃないね。まあとにかくね、やっていきましょう。いや、硬いな。これどうすればいいんだろう。皮を剥がしたいんだけど。皮が分厚いんだよな。あ、全然身だね、この辺。あれ、フカヒレ全然ないぞ。ここ鱗取る必要なかったじゃん。全然フカヒレがないんだけど。もしかしてこっち側ない感じかな。多分こっち側だわ。これないの？フカヒレ。マジか。あ、出てきた出てきた出てきたぞ。これフカヒレ？なんかめっちゃ皮と同化してる。こんなもんなのかな。フカヒレ作りマジでむずいな。むずすぎるわ。これフカヒレ？本当にマジか。ちっちゃいな、フカヒレ。これか。俺が想像してたのと違うんだけど。でもね、ここにあるのはね、フカヒレっぽいんだよね、完全に。これやばいな。今までの食材の中で一番むずいぞ。この皮とね、フカヒレがくっついてるんだよね。ほんのちょっと力の入れ方をミスるとフカヒレごと切れてしまうという。かつてこんなにさばくの難かったものないよ。やばいなこれ。危ねえ。ここで手切ったら俺泣いちゃう。とりあえずフカヒレがある部分だけ切り取ろうかな。ちょっと待って。えげつなく難しい。いろんなものね、今までさばいてきたけど、段違いにむずい。今までのがレベル20だとしたら、これレベル55ぐらい。きついな。ちょっと、もう5時間ぐらいね、かけて、今失敗してきてるんで、嫌な気持ちになってるんで、ちょっと嫌な顔していいですか？嫌なはい、嫌な顔したんで、これね、なんかこのままだとできない気がするんで、ちょっと茹でてみます。さて、どうなるやら。いやー、マジでね、頼むからうまくいってほしい。何がダメなんだろうな。さて、だいぶ茹でてみましたよ。なんか茹でると身っていうか、フカヒレが柔らかくなるとかないのかな。なんか茹でたら良さそうな感じになってきた。ただ、茹でたら、ちぎれてんじゃん。せっかく頑張ったのに。もうどうしようもないな、これ。はい、とりあえずフカヒレちょっと取れました。めっちゃ丸まるんだね。こんな丸まられたらどうしようもないよ。めっちゃ縮んだんだけど、どうする？とりあえずこの軟骨外すか。熱っ。熱っ。だいぶね、構造が理解できてきたんですけど、これね、フカヒレ、表側と裏側で1枚ずつついてて、で、その仕切りが薄い膜でできてるんですよ。この膜で切り離すのは超難しいんだけど。で、かといって、この皮を剥がすのもね、超難しいんだよね。どうしたらいいんだろう。まあ、とりあえずもう皮を剥がしていくしかないな。頑張っていきましょう。
はい、それではですね、途方もない時間がかかり、ついに1個完成した。ちょっとかじっていい？無味無味です。はい、めっちゃ頑張ったくない？これ反対側ねまだ汚いんだけど、もういいじゃん。これはもう完成です。はい。1個目でね、だいぶ夜を掴んだんで、2つ目やっていきましょう。これもね、やっぱりね、そんな手こずらずにね、スルスルできたらね、いいとは思うんですけどね、自分ができることだけやってるとね、成長しないからね、ちょっとね、良さげなことを言ってね、言い訳をしていくんですけども、とりあえず、ひたすらまた皮を剥いでいきましょう。こっちの方が剥ぎやすいな、いった。このなんかさ、肉があるところはフカヒレがないんだよね。どこまで肉があるのか突然なくなるからね。これ尾びれとは違ってずっと骨が入ってるな。これならやりやすいかもね。これは長いぞ。これあれでしょ、ちっちゃいなこれ。フカヒレちっこいな、この辺のフカヒレは。ちょっと柳葉でいってみようかな。難しいな。長くて無理だ。むずいわ。先っぽ使えばいいかもな。あ、先っぽ使えばやりやすいね。なんかね、サメずっと思ってるんだけど、めっちゃヌルヌルしてるんだよね。はい、取れた。はい、とりあえず終わりました。3つしかやってないんですけど、ちょっとね、この作業はね、やばすぎる。やばすぎる。やばすぎるね。あんまりね、途中で投げ出すのは好きじゃないんですけど、無理。これは無理。本当はですね、フカヒレね、普通に皮ついた状態で2ヶ月ぐらい天日干しして、で、そっから2日ぐらい水で戻して、純輪取ってね、その後なんか色々と取っていくんですけど、取れないんだよ。全然取れない。見てほしい。このね、ちょっと黒くて残ってるのが皮で、繊維質のがね、フカヒレなんですけど、繊維質の上に白いのが残ってるじゃないですか。コラーゲンの膜みたいなのがあるんですよ。で、こっち尾びれの方はね、すごい頑張ってこの膜を全部落としたんですけど、この膜を落とす作業はね、とんでもなくしんどい。そもそもね、膜が硬くて、結構力入れなきゃいけないし、ちょっと包丁の角度変えただけで、フカヒレが切れるし、しかも、フカヒレってこうやってね、曲がってて、包丁入れるのがまた難しいんだ。それをね、何時間もやってると、頭がね、おかしくなってきたね。ちょっともう、やばくなってきた。多分ね、やり方が何か足りないんだよね。なんかね、俺が見た感じだと、この膜ね、包丁でサカサカって言って、ササササってね、ちょっとね、こさぐだけでね、取れてたんで、多分やり方が間違ってるんだけど、何が違うのかもよくわかんないし、もうしんどいんで、今日は3つで終わりです。はい。っていうことで、こっからね、乾燥させていくんですけども、天日干しだとね、多分、こっから1ヶ月とかね、かかるんで、食品乾燥機をね、使っていこうと思います。それではね、やっていきましょう。はい。これがね、食品乾燥機ですよ。ドライフルーツとかね、作れるやつですね。これでね、乾燥させていきます。ちょっと初めて使うんですけどね。おー、ちょうどいいサイズだね。フカヒレ作業から離れられると思うと、もう嬉しくて、笑みが止まらないよ。ちょっと分厚いな。かさばって入らんな。もう切っちゃおう。これ、意外とカッパカッパするな。なんか重し置いといてね、やればいいか。米びつでも置いときましょう。いいでしょう。はい、スイッチ出てきます。地味だな。はい、とりあえずこれで24時間待っていきます。うまくいってくれ、お願いだ。それでは待っていきましょう。はい、それでは24時間経ちました。いい感じになってますよ。なんかね、小さいのはこんな感じで、大きいのはこれでね、これ表側と裏側全然繊維の太さが違うんだよね。ほら、こっち側とこっち側で全然繊維の太さが違うよね。何なんだろう、こういうもんなのかな。で、今日はですね、せっかく乾燥させたんで、ちっちゃい方はね、保存しておきます。乾燥って保存させるためのものだからね。これを保存していきます。これ1本ちぎれたんで、せっかくなんでこのまま食べてみましょう。硬っ。全然美味しくない。パスタみたい。スパゲッティの茹でる前の全く味がないバージョン。フカヒレって、やっぱ味ないよね。あんま食べたことないからわかんないけど。旨味が凝縮されてるとかも一切なし。この状態で味なし。なんか、パスタってより、もっと硬いな。砂利みたい。砂利。なんか、フカヒレ業者に怒られそうだな。でも、マジで、味を表すんだったら砂利。なんかね、調べた感じ、戻すのに2、3日かかるらしいんですけど、これはね、かかるわ。めっちゃくちゃ硬い。そんぐらいパリッパリになってるわ。ということでですね、一旦熱
湯で24時間。またですよ。さらに24時間つけていきます。やっていきましょう。あ、熱湯にする前に入れちゃったわ。まあ、いいか。よいしょ。ちょこ。はい、沸騰しましたね。火を切って、蓋をして、24時間待つ。さて、24時間経ちました。ということでね、ちょっと見てみましょうか。はい、こんな感じ。だいぶね、柔らかくはなってるのかな。でもまだ食べられる柔らかさじゃないなって感じ。結構硬い。3秒茹でた春雨みたいな感じ。じゃあちょっとね、食べてみますか。フカヒレ。硬い。ね、一回だけフカヒレをね、中華料理屋で食べたことあるんだけど、小6の頃かな。旅行の時食べたんだけどさ、こんな硬くなかったよ。なんか全然硬いわ。で、次はですね、蒸していきます。これ、なんて言うんだろう。せいろとか言うのかな。これを、こうやって鍋の上にかぶせてやっていくんですけど、これサイズが合ってないんだね。いけるかな。あ、このイボの下入れたらいいんじゃないか。ハマったわ。本来かぶせるもんだと思うけど、ハマったわ。やっぱいいのがあったわ。これでいけばいい。ほら。いいじゃん、完璧。でね、作り方ね、見たんだけど、紹興酒使うみたい。紹興酒ね。中華っぽいよね。まあ、中華なんだけどね。おー、紹興酒。俺珍しく酒飲んでみようかな。あー、紹興酒だわ。最悪の食レポ。こんな味だったっけ？あー、古酒みたいな味がする。で、匂い消しに、このネギの青い頭の部分をね、使っていきます。あ、硬い意外と。これを、こうして、また洗ってないって言われそう。火通すも洗わなくていいんだよ。多分。で、ここにですね、紹興酒を入れていきます。ドバドバとね。ほんで、水。こんなもんなのかな。で、最後に生姜なんだが、家になかったので、生姜チューブで。で、こんだけゴリッゴリの匂い消ししてるんですけど、なんかね、匂いがあるんだよね、フカヒレ。それも、なんだろう、癖があっていい匂いみたいなのあるじゃないですか。じゃなくて、シンプルに嫌な感じの匂い。ナマコと同じ匂いがする。生コシュ。で、ここにですね、入れていきます、フカヒレを。つからんな。つからん。まあいいや。で、これをですね、ここに入れていくと。で、これを、セット。すごいな、これ。ほんで、蓋を閉める。着火。こっからね、また1時間ね、蒸していきます。長いね。すごいな、これ。何日料理してるんだろう。はい、それではね、1時間半経ちました。中の鍋が結構でかかったから、ちょっとね、長めの方がいいかなと思って伸ばしました。はい、それではね、ちょっと開けてみましょう。これ熱くないかな？大丈夫かな？オープン。ほう。熱々。おー、めっちゃ垂れてる。めっちゃいい匂いなんだけど、紹興酒って煮るとこんないい匂いだ。めちゃくちゃいい匂い。紹興酒って調味料として使うとこんないい匂いになるの？びっくりなんだけど。もうずっと変えてられる。やば。正直ね、このフカヒレ一度も美味しそうと思ってなかったんだけど、初めてうまそうになってきてる。今これ食いたいぐらいだもん。めちゃくちゃいい匂い。じゃあ取り出していきます。うわー。柔らかくなったな。全然違う。紹興酒すげえ。で、見て。これ。あんなに取るの苦戦してた、この軟骨みたいな組織が普通に剥がれるようになってる。あんな苦労しなくてもこれやってやればよかったんじゃん。はい、ということでね、蒸し上がりました。いや、なんかね、一気にね、うまそうになった。今まで全然美味しそうじゃなかった、正直。で、皆さん、まだ完成じゃないです。まだこっから料理できないんですよ。こっから水に浸して匂いを抜いてもう一回蒸して軟骨を取ってもう一回蒸してそっから調理です。それではですね、水に浸して半日待っていきましょう。早く完成して早く。ちょっとちぎれた作ってみよう。ちょっとちぎれたフカヒレをね、この段階で食べてみようと思います。島にはね、フカヒレを扱ってるような中華料理はないんで行かないですけど、俺今東京住んでたらもう我慢できず絶対フカヒレ食いに行ってるね。ちょっと食べてみます。うわ、全然食感変わってきてるぞ。でも別に美味しくはないよ、この段階で。だって何も味ないんだもん。春雨食ってるみたいな感じ。はい、それでは半日後。はい、それではですね、半日経ちました。見てみましょうか。おー、めっちゃ柔らかくなってる。すげえ。視聴者さんには伝わんないと思うけど、うわ、全然違う。いいね。そしたらですね、もう一回です。もう一回蒸していきましょう。紹興酒とネギ、また同じようにね。ほんで生姜。
でまた水を加えると。こんな変わるもんなんだね。わ、これは美味しそうだわ。めっちゃ柔らかい。で、また、せいろに入れていくと。で、この水を張った鍋の上に、また乗せる。これでまた1時間半です。着火。はい。2時間経ちました。やっていきましょうか。これね、何回も開けるシーン撮ってるからもういいでしょ。うわ、やば、めっちゃ柔らかくなってるぞ。すごい。1回目と2回目でそんな変わんないだろうって俺思ってたんだけど、全然違う。ふにゃふにゃになった。うわー、これはうまいぞ、絶対。こんだけね、ふにゃふにゃになったら軟骨も取れそうですね。はい、ということでこっからちょっと掃除していきます。掃除したら、よく見るフカヒレの姿になるはずです。はい、じゃあやっていきましょう。なんかね、この白いのがついてんだよね。軟骨なのか何なのかわかんないんだけど、こういうのをね、取っていきます。これ初日取るのがすごい大変でさ、すっごい硬くてさ、こんな柔らかくなるんだね。すごい。ちょっと食べてみようかな。美味しくな。はい、じゃあまあとにかくね、取っていきましょう。フカヒレは本当に味という味がないんだよな。すごい味濃いめにつけた方が良さそう。水流しながらの方がいいわ。ベタベタしてる。まずいな。これ以上やるとほどけるな。はい、それではですね、ここからもう1日水につけて、匂いを落として、ようやく味付けをしていきましょう。なんかね、思いのほかほどけるんだよね。多分ね、取っちゃいけない軟骨まで取ってしまってるんだと思う。ほら、すごくない？めっちゃフカヒレでしょ。はい、それではね、1日経ちましたと。ようやく下処理の完了です。いや、長いね。サメの解体からもう何日経ったんだろうね。もうわかんない。めちゃくちゃかかった。はい、調味料はこちらですね。長ネギ、ニンニク、生姜、油、醤油、紹興酒、鶏ガラスープ、胡椒、オイスターソース、チー油、豚骨スープです。チー油と豚骨スープはない。チー油っていうのは鶏の油を取り出したものなんですけど、ダジャレじゃないからね。たまたまだからね。狙ってないから。と、あとね、豚骨スープは豚の背骨をね、煮出したものなんですけど、作ろうと思えば正直作れるけども、手作りでそこやっちゃうと、なんか逆に味が悪くなりそうなんで、今回はね、なしでいきます。やっていきましょうかね。だってさ、島に売ってないんだから仕方ないよ。まあ、こんな10日ぐらいかけて作ってんだから、その間にネットで注文しとけよっていうセリフは絶対言っちゃダメだよ。そういう容量良くないからさ、仕方ないんだよ、もう。で、これネギね、ちょっとみじん切りしていきます。久しぶりだな、ネギのみじん切り作るの。まあ、こうやって細くね、切り込みを入れて、こっちにもね、入れまして、あとはね、細かく刻んでいくだけ。まあ、これ香り付けなんでね、ちっちゃい方がやっぱ表面積大きくなって味が出るんでね、ちっちゃく切っていきます。少ないかな？少なそうだな。もうちょい切っておくか。うまそう。で、次にニンニク。これ2かけ使っていきます。うわー、目にしみるネギが。あー、3かけ取れたな。まあ2かけも3かけもね、変わんないですからね。やっぱね、ニンニクって入れれば入れるだけうまいって知ってるんで。ただ食べ過ぎるとね、お腹壊すんですよ。ニンニクに、なんて成分だったかな。そう、アリシンっていう成分が含まれてて、それ食べ過ぎるとね、お腹下すんですよ。やっぱり二郎とかさ、食べるととてつもないニンニク入ってるからね、あれはね、絶対腹下すんだよ。何の話って感じだけど。まあ、これも食感じゃなくて香りを楽しんでいくんで、とにかくね、表面積を大きくしていきます。スライスですね。で、次はですね、生姜ですね。これはね、ちょっとピンクいんですけど、これ新生姜だからこういう色してます。あー、皮むくのめんどくさいな。剥かなくていいや。めちゃくちゃいい香りしてる。新生姜だから甘かったりするのかな？ちょっと食べてみようかな。どうしよう。我慢できない。うわー、なにこれ。めっちゃうまそう。新生姜めっちゃ美味しそう。あー、そっか、洗ってないのに生で食うのあんま良くないのか。まあいいやろ。辛い。全然辛かった。うわ、辛っ。でもうまいわ。シンプルに辛いだけだけど、うまっ。うわ、目覚めた。よし、生姜とニンニクとネギが出揃ったな。次にね、鶏ガラスープ準備していきます。初めて使う鶏ガラスープって、こんなんなんだね、粉。ちょっと食べてみようかな。うわ、めっちゃ味濃い。チャーハンを凝縮したような味がする。小さじ2杯ぐらいって書いてあったんで、こんぐらいです。鶏ガラスープなんてさ、使わないもんね、普通の料理で。だいぶプロ感ある。鶏ガラスープ使ってるってなったら。あ、多かったかな。うわ、うまそう。ここにラーメン入れたい。
はい、ということでね、下準備が完了したんで、やっていきますか。いや、ちょっと怖いね。初めてすぎて。はい、中華鍋でやっていきますよ。もちろんね。で、中華は強火って決まってるんで、最強でいきますよ。着火。まずはね、油を入れていきます。中華って油好きだよな。で、とりあえず温める。で、温まってきたぐらいで、これ、さっきの薬味みたいなやつらを入れていきます。うわー、中華っぽい。いいね。めっちゃいい香りする。あと油が少ない気がするけど。いや、ネギが多いのかな。いや、こんなん最高でしょ。もううまいもん。まあ、これはね、香りらしいです。ちょっとね、火が通ってくるまで焼いていきます。若干焦げるぐらいかな。で、火が通ってきたら、紹興酒。どんぐらい入れるんやろ。うわー。入れちゃったよ。入れすぎた気がするな。そして鶏ガラスープ入れます。うわ、すごいな。うわ、めちゃくちゃいい香りする。紹興酒ってすごいなんか癖のあるお酒だけど、料理に使うと意外と美味しいっていうことに気づいた今回。これ一煮立ちさせていきます。で、一煮立ちさせたスープをですね、ネギとかは使わないんで、これこしていきます。これ少なくないか。見てください、これ黄金の出汁が出てますよ。やばいね。で、もう一回ね、ここ入れていきます。で、ここでですね、ついにフカヒレがきます。はあ、めちゃくちゃ崩れるぞ。もう崩れるのはしゃあないな。で、こっからですね、10分ほど茹でていきます。フカヒレ自体にはね、全く味ないんで、しっかりね、味入れていくっていう感じなんですかね。あ、めちゃくちゃいい匂い。はい、そしたらね、10分経ちましたと。で、こっからさらに味入れていきます。これ、オイスターソース。これもね、相当味濃いんで、少しでいいはず。怖いんでね、少しずつ入れていきます。もう失敗できないからね。ここまでに何日かかったと思ってるんだ。失敗はできないぞ。醤油も入れていきます。もう失敗できないからな。あー、怖い。そして胡椒。オッケー。フカヒレが崩れない程度にね、ちょっと優しく混ぜてあげましょう。優しくね。で、ちょっと味見してみる。熱っ。ちょっと薄いな。これオイスター入れた方がいいわ。でもね、オイスターとね、鶏ガラが足りてない感じがする。あとね、豚骨スープとチー油も足りてない気がする。もうちょい待った方が良かったかもな。豚骨スープとチー油。もうどうしようもないけどね。で、これでまたね、10分ぐらい茹でて、最後ね、片栗粉でとろみをつけて、ようやく完成といったところですね。まあ味がちょっと薄いなと思ったんですけど、煮詰めればね、結局味は濃くなるんでね、10分も煮詰めればだいぶ変わってくるはずよ。なんかもうちょっと色がさ、濃いもんかと思ってたけど、薄いね。やっぱり豚骨スープがないせいなのかな。とりあえずね、スープの味がバチバチに最高になってしまった。めちゃくちゃうめえ。めちゃくちゃうまい。スープの味がめちゃくちゃうまいぞ。どうしよう。もう止まんないんだけど。最高だわ。やっぱね、最初のね、ネギと生姜とニンニクをね、油で炒めたやつがね、すっごいいい香りになってる。いいわ。さて、最後ね、片栗粉溶いて終わりですね。やっとですよ。最後の作業は片栗粉。火を消して、回しかけると、多い気がするけど大丈夫か？フカヒレが邪魔で混ぜれない。いい感じじゃないか。最高だね。おー。はい、それでは完成しました。いやー、長かった。何日かかるや。ちょっともう嬉しいんで、今日はね、お酒飲みましょう。酒がうまいな。なんかね、フカヒレ何回か失敗してさ、動画ボツにしてるからさ、今回ね、うわ、俺これ何日も時間かけてやってるけど、最初失敗してみんなに見せられないんじゃないかなとか考えながらやってたから、本当はね、すごい怖かったんだよね。やっぱりさ、失敗したの動画上げる妥協はしたくないからさ、なんとか成功できてよかったなといった感じで、いやー、嬉しい。このサイズだったらもう、中華料理で食ったら2万とかするんじゃない？イタチザメとかで。ほとんど取れないしね。はい、それじゃあね、早速、いただいていきましょうか。はい、それじゃあ、いただきます。やっとできた。嬉しいな。いただきます。皆さん、正直に言います。めちゃくちゃうまいです。はい。やばいです。最高にうまいですね。
まいな。やっぱ処理をね妥協しなかったから最高にうまいわ。なんかね、サメってフカヒレの部分以外はね、その時間経つとアンモニア臭が出てきて臭くなるんですよね。プラス取り切ったとしてもフカヒレ結構ね匂い飛ばさないとあんまり最初はねいい匂いじゃなかったんですけど、それもねしっかり取れてて最高。スープとめちゃくちゃ合う。やばいなこれね。ご飯が欲しい。ご飯と一緒に食ったら最高にうまいと思う。なんかね、調理の大変さもねすっごいね味に影響してきてる気がする。最高にうまい。この酒は絶妙に合わない味の感想言ってなかったな。正直うまいで片付くんだけど、久しぶりにねフカヒレ食べて春雨と同じような味がするんじゃないかなっていう予想をしてたんですけども、全然違う。やっぱり繊維が固まってるからめちゃくちゃスープと絡むんだよね。ちょうどねそのスープと絡み合って最高の味になってるのと、やっぱり生き物なんで繊維の太さが太かったり細かったりするんで、そのなんかバランスがめちゃくちゃいいんだよね。あとね、フカヒレとフカヒレを繋いでる軟骨みたいな組織があるんですけど、それもねプルップルしててねうまい。これも褒めるとこしかないです。いやーやっとできたな。嬉しい。はい、それではごちそうさまでした。今回ねイタチザメ3本目最終回ということでですね、せっかくなんでねイタチザメ美味しかったランキングベスト3でもね発表して終わろうかなと思うんですけども、まず第3位はですね皮ですね。はい、イタチザメの皮プルップルしてねナマコみたいな感じの食感で、すごい癖もなくてね美味しかったですね。で第2位はですねイタチザメのカマの肉ですね。カマだけね馬刺しみたいな見た目してて、実際に食べてみたら本当にねマグロの中トロみたいな味で最高にうまかった。第1位いきましょう。皆さん何だと思いますか？フカヒレですね。うまかった。めちゃくちゃうまかったね。ということで今回ねイタチザメ3本目最後まで見ていただきありがとうございました。それではやっと着いた。食料なし、水なし、火なしです。